いつもねで今日はほぼケイトでメイクをしてみました。で完成図はこんな感じです。で結構いつもよりスモーキーな感じにしてみたんですけど、ポーレンのジョーの時もそうだったんですけど、ケイト以外の商品は映してないんですけど、気になる方は概要欄に貼ってあるのでよかったら見てみてください。ではメイクスタートです。もう眉毛はやってて、これもケイトのケイトデザイニングアイブロウ N の有名なやつなんですけど、これは眉毛は別の動画で眉毛の描き方だけの動画を出してるので、気になる方はそれを見てみてください。でもうこちらで目にベースを作ってあります。まずはデザイニングアイブロウ N の一番薄い色を全部コンシーラーをセットするのも含めて、アイシャドウのベースを作るのも含めて全体的にアイホール全体に塗りたいと思います。そしたら Kate Slim Crepe Powder for Cover EX1 の、シェーディングのやつをここのクリースとアイシャドウの境目にブレンディングカラーとして使いたいと思います。ここに入れたいと思います。この色は多分後々にもいっぱい出てきます。このアイシャドウを塗った後にもあんまり分け目ってならないようにブレンディングするのに使いたいと思います。そしたら次はもう一回またアイブロウのやつに戻って2番目の色、まだ真ん中の色ですね。真ん中の色をさっきのクリースよりも小さい範囲で入れたいと思います。だから二重幅ぐらい、さっき二重幅オーバーしたけど今回二重幅オーバーしないぐらいに入れたいと思います。もうこれはもう濃いので何もつけなくてこのブラシを取ってこうやってブレンディングしたいと思います。そしたらこのデザイニングアイブロウの一番濃い色をこっち側の二重幅に入れたいと思いますそしたらもう一回これでブレンディングしたいと思います。そしたら次はさっきまでは何も色を取らないでブレンディングしてたんですけど、もう一回さっきのこれを取ってブレンディングしたいと思います。そしたらもう一回デザイニングアイブロウの一番薄い色をもう一回真ん中に入れたいと思います。結構こうやってやってたので気も消えちゃってるので、色をもう一回目立たせるためにそれを入れたいと思います。そしたらダブルワイドアイライナー EX2 のキラキラの方、アイライナーも出ないんですよだからこのキラキラの方を真ん中にのせたいと思います。そしたら手でぼかしたいと思います。ぼかしたらもう色が出なくなっちゃったのでもう一回足したいと思います。そしたら Real Create Eyes の BR1 のこの色しか残ってないんですけど、一番濃い色を細いこのブラシに取ってアイラインみたいにアイラインみたいに使いたいと思います。でこれ結構発色するので今一回取っただけでもほら全然フォーカスしない。すぐ色ついてるの見えたことを願います。上の目はこんな感じです。あと下はファンデーションをしてからしたいと思うのでまたやりたいと思います。では次はファンデーションです。そしたらもうプライマーはしてる状態で、ファンデーションは Powderless Liquid Full Cover です。でこれはいつも使ってるんですけど、いつももう一個黒いじゃない、もうちょっと濃い色と混ぜてるので
これだけだと少しちょっと白きしちゃわないか心配ですが、まあそんなに大丈夫だ。これはまあ名前の通りパウダーっぽく仕上がるってことなのでマットに仕上がります。カバー力は多分あんまりない、普通ミディアムだと思う。そんなにフルカバレッジでもなく、ナチュラルなカバレッジでもなくって感じですね。でも今使ってる商品の中で一番好きなのはやっぱり有名なだけあってアイブロウはすごいですね。本当に1日取れない、マジで取れないけど別にクレンジングではすぐよく取れるのでずっと使ってます。あとなかなかなくならないんですよ。結構使ってるのに全然なくならないし、あとこうやってアイシャドウみたいにも使えるから、いやいいと思います。もう1レイヤーしたいと思います。でも色は思ったほどかな。でもちょっとやっぱり合わないですね、これだけだと。やっぱ少し色がなので首にもちょっと伸ばしたいと思います。ほんのちょっとだけ出して雲の部分にのせたいと思います。でちょっとまだ赤みは残ってるんですけど、この次使うパウダーが多分ちょっとだけカバー力あると思うので、それに期待したいと思います。まだ使ったことなくて、昨日ぐらいにペロペロっていうのを取った時なので、じゃあパウダーを全体的にしたいと思います。いつももねパウダーする時ブラシでやるんですけど、パフがせっかくついてるパフがせっかくついてるのでパフでやりたいと思います。でもしなんか固まっちゃうだったらブラシでシュワッてやりたいと思います。もともとこのファンデーションがパウダーっぽく仕上がるかわかんないですけど、あんまりこっちやってみてこっちやってないんですけど、そんなに変わりはない気がします。あとあんまり思った方がカバー力なかったから、やっぱコンシーラー使った方が良かったかな。まあもう遅い。でも鼻は綺麗になんかカバーされた気がします。じゃあ次はさっきここのブレンディングカラーとして使ってたシェーディングの色をシェーディングしたいと思います。で今日は結構アイメイクもあるだったらわかると思うんですけど、結構クールな感じなのでチークはしないので結構シュッて入れたいと思います。でこのついてるブラシを使ってもいいと思うんですけど、でも結構コントゥアのって硬くないとダメなんですよ。でもこれって結構ふわふわしてて、例えば私が前に使ってベネフィットのやつとかはブラシついてるんですけど、こういうブラシがちょっとずっしりなんかこうなんていうの重みがあるんですけど、これはこういう感じふわふわなのはいいんですけど、コントゥアするにはシュッてできないのであんまり良くないかなって思うで、これは硬いので、なのでちょっとモネも気になるので、左側はこのついてたのでやって、右側はこのいつもモネを使ってるのでやってみたいと思います。使うシェーディングのパウダーはこのケイトのやつです。まずは普通にいつもやってるようにこっちにやっていたいと思います。でこのブラシのいいとこはこうやってシュッてやった後にこっち側で伸ばせるのがいいとこなので、結構硬くはないんですけどしっかりしてるんですけど、あっちはふさふさなのでどうだろう。確かキャンメイクのやつに入ってたシェーディングもこういうふさふさしてたやつだと思うんですけど、あんまりあれだとシェーディングできない気がするんですけど、まあ使ってみないと分かんない。やってみたいと思います。やっぱりなんかシュッて入っちゃうだけで綺麗にコントゥアできない気がします、このブラシだと。だから入ってるのに申し訳ないけどこっちでちょっとやりたいと思います。いい感じにコントゥアできたと思います。このパウダー自体はいい色もあって
いいと思います。なんかオレンジ浮きもしないし、結構コントゥアたまにオレンジ浮きしちゃったりすると思うんですけど、これはしなかったんで。でこれでノーズシェーディングもしていきたいと思います。そしたら目に戻りたいと思います。目はまずはさっきのこの真ん中に入れたキラキラ唯一のラメのやつを黒目終わるとこまで入れたいと思います。やっぱ黒目終わるとこにしようと思ったんですけど、今ぐらいのとこまでにしたいと思います。結構クールなので、これ急に涙袋ベッて入れてもおかしい気がしたので、そうします。ラメはこんな感じにしたいと思います。で、もうすでにさっきのアイラインみたいに入れたのが下にいい感じに入ってるんですけど、それはもうちょっとスモーキーに、Oh my god、 絶対なんかいつも落としますよね。スモーキーにしたいので、でこれはさっきのアイラインとつなげるようにやってます。こういう感じで違和感がないように。そしたらこの黒のとこのラメの色だとちょっと結構差があって、あんまりいい感じにブレンディングできないと思うので、さっきのデザイニングアイブロウの真ん中の色をこのちっちゃいこのブラシに取って、この真ん中に入れたいと思います。でそしたら今の色と一番濃い色、アイブロウのやつ、この2つを混ぜて全体的にもうちょっとスモーキーにしたいと思います。そしたらもう一回ラメを入れたいと思います。ちょっと黒が来すぎちゃったんで、こっちにもう一回ラメを重ねたらちょうどいい感じにブレンディングされることを願います。いい感じになったと思います。じゃあマスカラとこっちの目を終わらせてリップに行きたいと思います。リップに行こうと思ったんですけど、ハイライト忘れてたのでこれついてたのでハイライトもしていきたいと思います。なんか結構ハイライトってファンブラシとかでこういうドワッてなってるブラシ、細いやつ入れたいんですけど、あんま日本に売ってない。マックとか行けばいいのかな。でもマックは同時券してるから買えないので、なんかファンブラシ売ってるとこあったら教えていただきたいです。絶対この大きいこういうブラシ、このブラシ絶対ハイライト用じゃん。ハイライトにはあんまり良くない気がするので、あんまりどうだろう、あんまり見えないな。もうちょっとしてみようかな。ほんのりラメ感ですね。ボーンみたいな、ブーンハイライトみたいな感じではなくて、もうちょっとコントゥアも足したいと思います。さっきのブラシじゃなくてこのブラシでちょっと広い範囲に入れたいなと思います。ブロンジングも含めて。そしたらリップに行きたいと思います。リップはカラーリップティントの RD1 のでいいのかな。ピンクだけどちょっと大人っぽいピンクなので、この感じにぴったりかなと思ったので。でもまだ多分使ったことないのでどうだろう。でまずあんまティントってもので使わない。ちょっとしゃべるのやめなさいいい感じ。なんかヌードな感じでいいかもしれない。赤とかでもこの目だと綺麗っていうか、いい合うかと思うんですけど、結構主張が強い感じになっちゃうので、このヌードっぽいリップにしたのがいいかなと思います。じゃあできたかな。メイク完成です。終わろうと思ったんですけど、やっぱり一日の終わりのチェックインもしたいので、でも多分さっきから1時間ぐらい経っちゃってるんですけど、今が3時55分なので、今が1時間後ぐらいの感じで、あとだから夜の7時8時ぐらいにまたチェックインしたいと思います。で今の感じはこんな感じです。アイブロウは絶対に取れないのは分かってます。でリップはあんまりなんかカメラで発色が見えないんですけど、結構発色しててちょっとペタペタする感じはあるんですけど、でも発色はしてるから取れるかどうかわかんないです。でもアイシャドウがあれですよね、ここちょっとスモーキーにしてるから落ちてるかどうかは一日終わって分かりづらいかもしれないんですけど、でもこことかに落ちてないことをね、落ちてないといいですね。落ちてたら大変じゃあまたチェックインを
ブルーにしたいと思います。ごめんなさい、ちょっと忘れちゃって、すぐに化粧終わってすぐにこの近くでは見せるの忘れちゃったんですけど、1時間後だとこんな感じです。7時か8時ぐらいに会いましょう。はい、今が8時なので多分6時間ぐらい経ってる。絶対5時間は経ってるんですけど、さっきの T シャツ寒かったので着替えちゃったんですけど、同じ日です。大丈夫です。同じ日です。ズームインしてメガネ取ると、アイシャドウは意外となんかパンダみたいになってない。もともとこの別に自分でやったスモーキーなだけでパンダみたいにはなってないと思います。意外にシャドウアイシャドウでシャドウアイシャドウ、それアイシャドウはシャドウのアイラインだったのでちょっと心配だったんですけど、ちょっと汚くならないかどうか。この締め色がないとなんかただの黒いみたいになっちゃうので、これがなくなっちゃったら嫌だなと思ったんですけど、意外とすごいちゃんと持ってくれてよかったです。この前のラメラメも残ってます。でもコントゥアはでも意外と残ってるかも。思ってるより残ってるかな。パウダー最初塗った時はなんか何もなかったって言ったと思うんですけど、でももうね、いつも鼻のところと顎のところ絶対取れちゃうんですけど、取れてるんですけど、もちろんそんなにいつもよりは取れてなくてすごいいいなって思いました。ファンデーションはやっぱメガネもこうなっちゃうんで、このファンデーションいつもあるから使ってるんですけど、そこまであんまり好きじゃないかなって感じです。ただ別にそんなにすごい乾燥するとかはないです。もうアイブロウはもう言うことなしですよね。これはすごい全然取れない。一日中してても絶対にこのアイブロウ使って絶対に取れることない。すごいんですこれ。でみんな知ってますよね。有名だからね。やっぱり鼻のところ、なんで皆さんどうしてますか？鼻のところこうやって溜まっちゃうのって何かやってることってありますか？よかったら教えてください。全然いつも鼻なっちゃう。リップはもちろん取れちゃってます。でもそれはそうでしょそれは取れてます。だって一回もつけ直してないので。でも別になんか飲んだりしても汚くなんか絶対これもう一回飲めたくないなみたいな感じにはならなかったのでいいかなって思います。もう一回朝の自分へ戻ってはい、こんな感じでほぼケイトでやってみたんですけど、今日着てたこのクライベイビーっていうシャツのてかこの洋服も入ってる春のルックブックみたいな、ちょっと早いけどやってみたので、それもよかったら見てみてください。ケイトは結構あんまりそんなに高くなくて発色もいいし、結構あんまり外れがないブランドかなって思います。なんかこう入るのにいい感じ。モネも多分最初に使った化粧品ケイトとかだと思います。なんかこうビギナーにいい感じな。モネもまだビギナーですけど、そのように使いやすい、失敗しない感じのブランドだなって思います。では I hope you guys enjoyed this video and I'll see you guys in the next video. Bye!